ここは日本埼玉県のあるところ、竹林の奥に鎮座する賽の根道場では、今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています。帯渚上永大輔登山流尺八師範への道。皆さんこんにちは、帯渚です。マスター鷹山です。前回ははい音の出し方、そしてその音の出し方をチェックするために、はい鏡で自分を客観視しようということをやったんですけれども、今度は低い音、いろんな音を出せるようになって、で今度高い音、いろんな音を出せるようになって、やれることをちょっとずつ増やしていくんですけれども、はいやれることを増やせば増やすほどまた振り出しに戻って音が出なくなっちゃうっていうのがよくあるのが尺八ですね。最初は低い音、塞げば塞ぐほど出すのが難しい、それが出せるようになったら、今度は高い音、低い音をオツと言って、高い音をカンと言いますね。はい、カンの高い音を出していくっていうところでつまずく方も多いですね。同じ穴なのに、はい吹き方によって高い音になるか低い音になるかっていうのが変わってくるんですそうもんね。ですね。同じ音、指で3オクターブ出すことも、それすごいですよね。まあその高い音が最初から得意な人と、低い音が最初から得意な人、それぞれまたタイプもあったりするんですけど、帯さんはどっちが最初出しやすかったですか？いやー、どっちだろう。高い方がやっぱり低いローとか、もう全部塞ぐ音はい、難しいですね。苦手ですね。高い音は高い音は高いのは苦手です。いつももっと出てると思いますけどね。はい、意識しちゃうとまた難しいですね。一つ一つどうやったら低い音出せるのか、どうやったら高い音出せるのかっていうのもすごく大事なんですけれど、いい本がありますので、2冊とも買いましたけど、勉強になりましたけど、この本すごく。そうですね。高い官能音をどう出せばいいのかっていうこともね、この中にもいろいろ書いていたりするんですけれども、大事なのは頭の中のメモリの使い方だと僕は思って、尺八って出せる音は一つの音だけなんですけれど、同時に処理しなきゃいけないことがいっぱいあるんですよ。口の形はどんな風だったっけとか、息はどんな風に吹くんだったっけとか、尺八の角度はどんな感じだったっけ、手は今力が入っちゃってる、どんな風に持てばいいんだったっけ、どんな風に動かせばいいんだったっけとか、そういうことが全部一つになっちゃってると、大きい音出そうっていう時にで手にも体にも全部力が入っちゃうんですね。実は息にも力入れる必要なくて、唇のコントロールだけでいい場合もあるかもしれないし、どこか一つのコントロールだけでいいはずなんですよ。ところが何かを動かそうと思うと体全部が一緒に動いちゃう。楽譜を見た時にはさらに楽譜を見ることで余裕がなくなっちゃうので、楽譜を見ても体はリラックスしてる、手もリラックスしてる、その通りに動く、息もちゃんと吹ける、全部頭の中のメモリを振り分けて別々に動けるようにしていくことが大事だと思います。前回鏡に向かって吹いてもらったじゃないですか。横向きに吹いてもらったんで、指の動きがすごく分かりやすかったんですね。登山流ではね、同じ音が連続するときに指で指を動かして音を、これ副不音指法っていうんですけど、ちゃんとやってくれていたんですけれど、見てるとすっごい指上に高く上がってたんですよ。確かに上げちゃってたかもしれません。それもいつもはね、もうちょっとそうでもないと思うんですけれど、やっぱりちゃんと鏡を見なきゃって、その時はね見てもらっていたから、そのメモリがそっちに持っていかれていて、ついついここが気合が入って大きく指が動いちゃってた。手のこと全く意識してなかったです。そうですね、意識何もしないでそれぞれが正しく動くのがいいんですけれども、何かがうまくいってる時には何かがうまくいっていないかもしれないという、全部に対してちょっと気を配っていくっていうことも大事かなと思います。ということを踏まえた上ですね、今日のおさらいということで演奏してもらいたいんですけれども、その前に僕すっかり忘れてました。今日の心意言ってなかったですね。確
確かにそうでした。はい言ってなかったんではい。今更ですが出します。こちらです。メモリのセパレートを極めろ。はいおーちょっと前置きが長くなりましたけれども。めっちゃ長くなりましたね。すっかり忘れてましたが、今日はメダカの学校を吹いてもらいます。はい。この中にもたくさん複不運指法、同じ音が連続するときにはい指を動かすという場所がたくさん出てきます。まずこの指が大きく動かないようにはい意識しながら、でも指に集中しちゃうと他がおろそかになるそうので、ですね。息も体も力が入っていないか、正しい吹き方になっているか、全部にちょっと気を配りながらはい。メダカの学校吹いてみましょう。はい。ではメダカの学校、はいどうぞ。ありがとうございます。どうでしたか、やって。指はちょっとこう低いように意識はしました。そうですね、前回とも全然違います。こう、はいやっぱり今までの私はかなり指を上げてたなっていうふうに思いました。かうん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 なりこう今回は低いところでこうはい上げ下げするようにはしてみたんですけれども、はい、楽譜もはいほぼ初見みたいな感じでね、はい吹いてもらってますけど、結構こうメモリ持ってかれたと思うんですけどどうでしたか。ねでもまずは一つの指っていう、うんうんその自分の目標を決めるのもいいですね。あまずはこの目標メモリそうですね、どうしても目の前の楽譜を追うことだけに必死になっちゃうと思うんですけど、それ以外のことにもちょっとテーマを持ってはい練習してみるといいんじゃないかなそうでと、すねはい思います。そんな今日の心得でした。ありがとうごおざいます。疲れ様でした。おー